ようこそハウスでアリーベ。さあ、よろしければこちらにお座りください。失礼します。どうやらあなたは深刻な悩みをお抱えなのですね。まずは落ち着いてお話でもしましょう。温かいハーブティーです。よろしければどうぞ。いただきます。ナオトは占い師に差し出されたハーブティーをゆっくりと飲んでゆく。そしてその温かみと不思議な香りに誘われるように話し始めた。それではこの問題をかける解いてみなさい。はい。これがこうなるからすみません。わかりません。わからない。はあ。今まで君は何を勉強してきたんですか？もう高校3年、受験生でしょ。それなのにこんな問題もわからないようでは、先が思いやられますね。すいません。もういいです。座りなさい。まったく、いいですか？この程度もわからないようでは、志望校に合格するなんて不可能ですよ。純粋に勉強時間が足りてないんじゃないですか？他のものも、この程度はしっかりとできるようにしておくように。くそ、なんだよ。そんな言い方しなくてもいいじゃねえか。まあ、いつものことだろう。だってあの人、そこ、何をおしゃべりしているんですか？すいません。まったく、先が思いやられますね。ナオトは都内で働く高校教師。学歴も高く、仕事も人一倍できる。かつては大手企業でトップの成績を収めていたほどの優秀な人材だ。しかし、わからない問題を徹底的に叩き込む教育方針のナオトは、生徒たちからは嫌われていた。ナオト先生、少しいいですか？はいどうぞ。3分間だけなら大丈夫ですよ。3分って。ナオト先生、生徒からの苦情が出てるんですけど、嫌味なこと言われたとか、あとバカにされたとか。そんなことを言った覚えはありませんね。要件はそれだけですか？いや、ナオト先生、それだけって、そんな言い方はないでしょ。もっと生徒に寄り添う言い方はできないんですか？みんな受験生でデリケートな時期ですから、もっと優しくしても。優しくしたら志望校に合格するんですか？寄り添ったら学力が上がるんですか？彼らが求めているのは合格という結果でしょう。ならばそれを達成するために必要なものをはっきりと伝えるべきでは。いや、それはそうかもしれませんけど、でももっと言い方ってものがあるでしょ。言い方一つで変わるなら苦労はいりませんよ。おっと、3分経ちましたね。それじゃ次の授業がありますので。ちょっと、まだ話は終わって。ナオト先生。ナオトの態度は高圧的で、生徒だけでなく同僚に対しても同じだった。そのため周囲からの評判は最悪だった。はい、それじゃあ授業始めますよ。ってみんなどうしたの？そんなに疲れた顔して。かなこ先生、俺も我慢できねえよ。なんなんだよ、ナオトのやつ。そうだよ、毎回授業で嫌味言いやがって。それでもかけるくん、先生のこと呼び捨てにしちゃダメよ。知らねえよそんなの。っていうか、かなこ先生だってあいつのことうざいって思ってるだろ。そうだよ、この間職員室で揉めてるの見たぜ。あいつの授業ほんと嫌なんだよ。変えられねえの？そんなこと言われてもね。あいつやめさせたりしねえの？何言って、そんなこと。だってさ、あいつが辞めたらかなこ先生だって楽だろ。そうだよ、もうあいつに嫌味やれなくて済むんだからさ。あんなこと言われて、ナオト先生大丈夫なのか。
かなこ先生、少しいいですか？はい何でしょう。先日送った資料は確認してもらえましたか？えっと何でしたっけ。はあ、まったくあなたという人は。先日送った受験対策講座の案ですよ。見てないんですか？まったくそんなことでは困りますよ。本当に仕事が遅いんですから。これじゃ生徒たちがふぬけてしまうのも納得ですね。ちょっとそんな言い方ないじゃないですか。事実でしょう。あなたがそんな姿勢だから生徒も悠長に物事を考えてしまうんです。生徒の顔色ばっかり伺ってるからそんなことになるんじゃないですか？ふざけないでください。何なんですか本当に。あなたのその態度に生徒たちは迷惑してるんですよ。その話は今関係ありますか？関係あります。さっきだって授業であなたのフォローしてきたのに。そんなこと頼んだ覚えはありませんがね。なんでそんな言い方しかできないんですか。いいんですかそんな態度ばっかりとって。もし保護者からもクレームが止まらないようになればあなた学校にいられなくなるんですよ。それは私を脅してるんですか？違います。ただそういう可能性もあるってくらいで。そんなこと私には関係ありません。とにかくそんなどうでもいいことに気を取られずに目の前の仕事をしっかりやってください。それじゃあ私はこれで。今日は用事がありますから。なんなのよ本当。あいつもう知らないんだから。Haus der Liebe。なるほど。そんなことがあったのですね。本当に困ったものですよ。自分自身のことが見えてないようだ。残された時間は限られてるというのに。あなたは本当に面白い人ですね。まるでプライドの高い教師が生徒も同僚も見下して思い通りにならないと憤っているように聞こえますが、悩みはそこではないのでしょう。わかりますか？なんとなくですが、あなたには隠せないような気がしてたんですよ。ええ、ここはハウスでありーべ。苦悩や絶望を持つ方しか訪れることができない場所。聞かせてください。あなたが抱えている心の底から来る本当の悩みを。ナオトは占い師に引き出されるかのように心の奥底の悩みを話す。とまあこんな具合です。なんでこんな悩みを持つようになったのか不思議でなりませんがね。それもまた良いでしょう。悩みの形は人それぞれ。それではこちらをお受け取りください。これは指輪？それにしては小さいよな。それはピンキーリング。別名幸せを呼ぶリング。あなたの悩みにぴったりなものではないですか？幸せ。そうか。その指輪をつけるとその名の通り幸せが訪れるでしょう。しかしそれは絶対に外してはいけませんよ。絶対。それなら大丈夫ですよ。きっとね。ナオトは占い師から受け取ったリングを大事そうに小指につけてそのまま店を後にした。それから数ヶ月後。先生、俺志望校受かったよ。本当におめでとう。先生、俺もかけるくんもすごいじゃない。2人とも結構難易度高めの大学だったのに本当にすごい。よく頑張ったわね。俺たちだけじゃねえぜ。クラス全員受かったんだよ。ああ、これも直人先生のおかげだな。直人先生の？ああ、そうなんだよ。試験問題直人先生がずっと言ってたところばっかりだったんだ。俺もこんな問題も解けないのかって言われてたやつ。いや、あの時できるようになっておいてほんとよかったよ。なあ、かなこ先生、直人先生はどこにいるんだよ。俺たちお礼言わないといけないからさ。まったく直人先生もひどいよな。急に学校辞めちゃうんだからさ。ほんと
マジで俺たちが辞めさせちゃったのかと思ってヒヤヒヤしたもん。でもこれに限ってはちゃんと直接お礼を言わないと。で、直人先生って今どこで何やってるの？みんな、直人先生なんだけど、それって。ああ、今日はいい天気だ。暖かい。もうすぐ春だもんな。あいつら無事合格したかな。ナオトさん、どうやらあなたの願いは叶ったようですよ。だから安心して心の荷を下ろしてください。その声はあの時の。直人は頭の中に語りかけた占い師の声に驚いた。と同時に合格した生徒たちが互いに喜び合う情景が直人の眼前に浮かんだ。どうですか、彼らが見えますか？ああ、笑ってる。みんな合格したんだな。よかった。これで俺の悩みは晴れたよ。よかった。本当によかった。占い師さん、本当にありがとう。いいのですよ。直人はボロボロと涙を流し、心の底から生徒たちの合格を喜んだ。彼らが明るい未来を手にしたことを知った彼は、やっと心の安らぎを得ることができたのだ。お前はなんと優しき男だ。数多く悩みを抱えるお前が残りの人生で解決に奮闘し、願ったのはたった一つ。自分のことではなく生徒の将来だ。直人は重い病の宣告を受け、自身の残された時間が少ないことを知り、最後に夢だった教員に転職した。だが生徒たちは困難な壁に苦しんでいた。直人は人生で挫折するたび乗り越えた自身の経験や方法をどう伝えるか悩んでいたのだ。ナオトよ、人生は思うより短い。だが若き彼らにはわからない。諭す時間もなかったお前は自ら悪役を買った。そう、厳しさもまた愛の一つだ。だからお前は生徒へのまっすぐな本当の思いを裏に隠し、表では辛辣に接した。彼らが悔いを残さぬよう。そして言葉通り、お前は一生アクセサリーを外さなかった。いや、外せなかった。さあ、ゆっくり眠るがよい。苦痛も悩みのない安らぎの世界で。